おはようございます。たかしです。本日は8月30日火曜日、ただいま8時21分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは比較的大きめの陽線で引けてます。これがきっかけでここから上昇していくのか、それとも今そろそろ戻り売りのポイントに来てますので、ここからまた再び大きく下落するのかという、その分岐点に近づいている感じですね。現在はこの青の GMMA に過去2回抑えられて下落してきていますが、なかなか安値を更新できずに安値も切り上げ、高値も切り下げというところで、この三角持ち合いのような感じに見えてきます。その中で今また再び日足の GMMA にぶつかってきたところですね。昨日のこの上昇はドル円やドルストレートの上昇によるものなんですが、ポンドドルは比較的弱かったんですが、ドル円が結構上げてきてますので、ポンド円もつられて上昇というところで、本日もそれが継続されるのかどうかですね。まだ夏枯れ相場が終わったとは思っていませんので、今のこの動きは月末に向けた動きなのかなとは考えているので、もしかしたら今日もそれが継続するかもしれませんし、本日は逆向きに動くかもしれないなというところですね。まだ何とも言えない状態ですので、ここからどんどん上昇していくとは思わない方がいいと思ってます。日足のインジケーターは相変わらずの方向なし。ただ先ほども言いましたが、GMMA 付近まで昨日上昇してきました。この GMMA は過去に2度下落のポイントとして意識されたポイントですので、本日ここから下落するのか、それとも上抜けてくるのかというところです。この水色の平行チャンネル、これはこの高値とここを結んでいるんですね。一度上抜けているのでどこまで機能するかわかりませんが、過去1度、2度、3度と意識されているポイントですので、もう少し上昇したらそこにぶつかって再び下落になるのか、それともこの日足の GMMA で再び抑えられて下落になるのかというところです。もしここで大きく三角持ち合いを描いているのであれば、今は先端付近でさらに方向感がなくなってきているところですので、トレードするにはあまり優位性を感じないですね。では4時間足です。先ほどの三角持ち合いは下限がこれ。で、上限が一応こんな感じですが、今はここがアセンディングトライアングルにも見えますね。ちょっとわかりにくいなと思ってます。三角持ち合いかもしれないし、アセンディングトライアングルかもしれないというところですね。そして日足で言っていた水色の平行チャンネルの上限、この付近。なのでもう少し上昇余地があるので、本日は上昇傾向かなという感じもします。ただこの GMMA は今方向感なく動いてます。そして過去の動きを見てると GMMA を下抜けて上抜けてっていうのを繰り返してますので、その中で今値幅が狭まってきているのがわかりますので、この三角持ち合いなのかこのアセンディングトライアングルなのかを抜けてからのトレードをするのがいいのかなと、今はかなりわかりにくいところで、この三角持ち合いだとすると今は真ん中ぐらいですよね。だからこのせめて、この上限ですね 163.5 ぐらいまで上げてくればショートエントリーがしやすいですし、この下限付近まで下げてくればロングエントリーがしやすいというところなんですが、今はその真ん中付近というところでどちらとも言いにくい、分かりにくいところです。4時間足のストキャスティクスは高値圏に今来てますので、そろそろ一旦の下落をしそうというところですね。ただ直近のストキャスティクスを見てると全然綺麗に動いていませんので、一旦下落してもそこからすぐゴールデンクロスして上昇する可能性もありますので、ちょっと分かりにくいなとは考えてますが、過去のここのデッドクロスを見てると比較的大きく下落する可能性もありますので、ストキャスティクスがデッドクロスするところでは比較的大きめの下落を起こすかもしれませんが、やはり三角持ち合い先端というところでその値幅っていうのもだいぶ縮まってきているのでやりにくくなってきています。今はトレードするならもっと買い足に落としてするのがいいですね。ただ基本的にクロス円は方向感なく動くっていうのはここのところずっと言ってますが、その考え方は今も継続中ですので、昨日上昇したからといって今日も上昇するとは思わない方がいいと思ってます。では1時間足です。1時間足はこの黄色の曲線を描いて今綺麗に上昇に向かうのかというところですね。この黄色の曲線のようにこの下落の仕方がだんだん緩やかになって今上昇に転じかけているというところです。ただ明確な上昇のサインっていうのがないんですよね。この下落の最安値がここです。160.8 ぐらい、この白のボックスの下限なんですが、それをつけた戻り高値っていうのがこのボックスの上限に設定している 162.5 ぐらいですね。で、ここを前回一旦
上抜けて髭で返されて下落。で、この行ってこいが印象的でしたので、このまま下落するのかなというふうにも思ってました。ただ、その時はこの安値を明確に下抜けていなかったので怪しいなとも思っていたんですが、昨日の上昇はすごくやりにくいなと個人的には考えてました。このじりじり上げる上昇ですよね。で、これはすごくやりにくいんですが、今はその髭先を超えられずに下落するのかどうかというところですね。このロウソク足の形だけを見てますと、この下落に対してこの上昇っていうのは、ロウソク足の本数を見てもわかりますが、圧倒的にこの下落の方が強いんですよ。で、そしてその支点となるここの髭先を今超えられていないので、おそらくもう一度上昇してもこの髭先付近で反応して下落するのかなというふうにも感じますが、4時間足や日足を見ていてもこの部分っていうのは大きめの陽線が出てますので、このまま上抜ける可能性もありますね。その場合はターゲットが今一旦この白のボックスの上限を超えてきているので、この安値の戻り高値を一応上抜けた、若干ですけれども上抜けたと考えられますので、次上昇するならターゲットはここですね。162.8 か9ぐらい。そしてそこを超えてくると次ここ 163.2 か3ぐらい。それからこの頂点 163.5 か6ぐらいというところを目指して上昇してくるのかなと思いますが、今明確にこの戻り高値を上抜けたっていうにはちょっと抜け方が甘いなとは感じますし、そしてこの下落に対するこの上昇もこの髭先を超えてこれていないっていうところもありますので、もしここから上昇してきてもその上昇についていくのはあまり優位性がないと感じます。そしてこの辺っていうのは日足の GMMA も走ってますし、今この平行チャンネルの上限でもありますので、やはりここから上昇についていくというよりは上がってきたところを売っていくという方がやりやすいんじゃないのかなと。なのでここからもし上昇するかもしれませんが、上昇してくればここ先ほど言ってた 162.8 ぐらい、そして 163.2 ぐらい、この辺まで上昇してきたところ、おそらくこの高値っていうのが意識されますので、その辺でダブルトップとか3損とかを買い足で作った時は、そこからのショートエントリーを狙っていく方がやりやすいんじゃないのかなと考えてます。で、本日はこの下落に対して昨日じりじりと上げてきましたので、ここの髭先を抜けるかどうかは分かりませんが、もう一度上昇してくると考えますので、上昇してきたらそこが売り場になってくるんじゃないのかなと思ってます。で、もしこのまま下落してきても GMMA が今下から強く迎えに来てますので、おそらく下がってきたところでは一旦の反発をすると思うんですね。で、その反発がどこまで上げてこれるか。できればこの髭先 162.6 か7ぐらいまでは引きつけたいところですが、そこまで上げずに下落する可能性もありますので、その場合はこの辺での小さな三損とかを作ったところで狙っていくのがいいのかなと。ただ冒頭でも言いましたが、今は方向感なく動いておりますので、このまま上げる可能性も大いにありますし、ここからこのまま続落ということも考えられます。そして今は月末というところでテクニカルが通用しない動きっていうのも考えられますので、その辺は注意が必要ですね。できれば今日明日っていうのはトレードを休んでもいいのかなと思ってます。なので本日は一旦上昇してくればこの髭先ぐらいでの戻り売りを考えたい。そしてここを上抜けてくれば次はこの髭先っていうところが意識されてくるので、その辺での戻り売りをやっていくのがいいのかなと考えます。ただ買い足では押し目買いっていうのも十分できると思いますので、こういった GMMA と接触するあたりでの押し目買い。ただどこまで上昇するかが分かりませんので、押し目買いに関しては個人的には短く利確していくのがいいのかなと見ております。今はこの緩やかな下落から上昇に変わりかけているとも取れますので、もちろん押し目買いもありなんですが、明確に上抜けているっていうことがないので、ちょっとそこが難しいなとは見ておりますので、買い足で押し目買いするときは短く利確がいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。